今回ね音楽面でどのような進化を遂げていたかっていう部分なんですけども、今作を始めるにあたって一番最初にある程度ゲームが出来上がってたらゲームのプレイ動画をオープニングからもう最後まで、バトルシーンも含めて全部プレイしたのを動画で作りました。でその動画に対して当時はまだリメイク用の新曲ができてなかったので原作のサウンドトラックから曲を引っ張り出してきて今作のプレイ動画にそれぞれこのマップにはこの音楽、このバトルにはこの音楽、このカットシーンにはこの音楽っていうのを全部私のイメージで貼り付けた動画を完成させて大体こんな感じで音楽が展開していくっていうのを一応動画として完成させたんですけども。最初はそれで進めてはいたんですけども現場特に今回ディレクターの演出面をカバーしている鳥山が改めて演出面を考えるにあたってやっぱり旧来の音楽の付け方だとやっぱり古く映ってしまうので現代のプレイヤーでは。なので、僕の動画を参考にしながらではあるんですけども現代のプレイヤーにしっかりと響くようによりゲームの流れに沿ったもしくはストーリーの流れに沿ってシームレスにリニアに音楽が移り変わっていくっていうプランにスイッチしたのはディレクターの鳥山ですね。どういった音楽をつけたいかどういったアレンジにしたいかっていう指示を、もらいましてそれを、それに合わせてどういった音楽にしていくかっていうのを事前によく話し合うことができました。それによって、同じバトル曲の中でもやはりより緊張度が高いバトルと少し緊張が和らいでるシーンっていうのがあると思うのでそこをやはり同じ音楽で通すというよりは少し音楽をアレンジを切り替えることによって、その緊張度の違いっていうのを音楽でも表現しております。近年やっぱり世界中見ても割とインタラクティブミュージック、状況によって音楽が切り替わって、っていう演出っていうのが結構多くなってきてる。セブンリメイクも他でもなくやはりそこを取り入れてます。であるシーンとかでしたら3バージョンある曲でテンポが全部一緒、構成が全部一緒、メロディーが入る場所が全部一緒、ただアレンジが全て違う。で3本同時になっててクロスフェードさせて、自由に切り替わるっていう演出をしてるんですけどなんですかねすごく上手な DJ プレイみたいな感じですね。なだらかに場面の展開に、それぞれ寄り添った楽曲を、シームレスでつなげていくということで感情の起伏の高い盛り上がるところは、そういう音楽が好きでそこから急に静かになったりするところは無理なく自然にプレイヤーとそして映像シーンの、イメージにうまく寄り添った展開ができるようになっているので。はい、様々なアレンジを収録しております。例えばエアリスのテーマという楽曲があると思うんですが原作ではエアリスのテーマは1曲なんですが今回エアリスのテーマがかかるシーンは様々なシーンがありましてそれが本当に楽しいシーンだったり悲しいシーンもしくは日常のシーンだったりやはりそこのシーンに合わせて音楽のアレンジは変更しております。感じ方ってそこって結構一つの僕ら作り手側の面白さでもあるんですけどより自然に違和感なく感じたら実は成功なんですね。
で違和感を感じると多分うまくいってないことだと思うんですよ。なのでこう下手な DJ プレイになっちゃうと思うんですよね。例えがすいません。当時はですね、やはりそのグラフィックに対してついている音楽は内蔵音源というものでなっていたんですが、やはりハードの制約を受けていたことにより表現を、抑えなければいけない部分があったりとかしたんですが、今回ハードの性能が圧倒的に上がったことにより、グラフィックの表現、カットシーンでの表現力が上がったので、音楽の方もそれに合わせる形で表現力をアップさせました。今回新しいシーンに対して、新しいアレンジだったりとか新規の、テーマとかを当てたりしているんですが、原作のですね音楽がとても素晴らしかったので、新しいシーンに対して、新しいアレンジ、新しいテーマを当てるっていうのはだいぶプレッシャーがかかる部分ではあったんですが、やはりそこは、今回絵の表現力だったりとか、あと一番大きいのはですね、昔いなかったダイアログ、セリフが入ったことが大きくてですね、まず原作の、アレンジをする際に一番やはり気をつけたのは、メロディーを大事にするっていうことですね。やはり原作でもう皆さんがもう何十回何百回と聴いているメロディーになると思いますので、そこは大事にしつつ、現在のやはり最新の、音色だったりアレンジだったり表現力だったり、その辺を強化することにまず力を入れました。やはりそこは今回絵の表現力だったりとか、あと一番大きいのはですね、昔いなかったダイアログ、セリフが入ったことが大きくてですね、その部分でやはり、原作では、表現しきれなかった部分も、相当表現できるようになっていますので、そこに対してやはりその部分、もちろん原作をリスペクトする気持ちを大事にしつつ、よりシーンに合った音楽をつけるということを心がけていました。今回植松さんの方にはテーマソングとして1曲制作していただきました。やはり植松さんはファイナルファンタジー7の音楽という意味では絶対外せない存在だと思いますので、1曲テーマソングを書いていただいてとても嬉しかったですし、とても植松さんの楽曲が使われるシーンがその楽曲と映像がマッチしているシーンになっておりますので、すごく期待していただいて見るのを楽しみにしていただければと思います。FF7 で代表される曲のアレンジが複数あります。で本当にもうなんか原曲に忠実に再現してる曲もあれば、もう空耳的にしか聞こえないようなアレンジだったりとか、やっぱり意識しちゃうとやっぱり元をなかなか超えられないっていうのがあるから、なるべく自然に、もうだから新曲取り込むのと同じ姿勢でそこはやってます。僕もそのセブンの、世界観というものは、かつてゲーム遊びましたので、分かってはいたんですけども、植松さんからもハマウズがやるといいんじゃないかって推薦をいただいたので、じゃあも
僕がねセブンらしい曲とか上松さんらしい曲作るより、せっかく推薦していただいたんであれば自分の、思いつくままに作る方がその推薦を生かすことになるのかなと思って、それで基本的に自由に作ったかなと思います。今回、マスツというシステムをオリジナルで作っているシステムがあるんですけれども、サウンド部で作っているシステムなんですけれども、今回ちょっと FF7 リメイクで一から作り直していて、抜本的に改良しているんですけれども、それをやることによって、あれですね、もう人物の動きすべてを、設定した音から、あれですね、骨の速度とか加速度を見て、それによって音を変化させて自然な音を鳴らせないかどうかっていう挑戦をしているんですね。それを、全ての、プレイヤー、エネミー、ノンプレイヤーキャラ、モブ、ボスも一部なんですけれども、その設定を入れ、インゲームからカットシーン全てにおいてつながって自動で音を鳴らしていて、それが自然にできるような調整を行っています。そこですごい苦労しましたね。はい、あとはもう単純に物量が多いので全体的な話なんですけれども、それでいて、オリジナルの時とは違い、物理で動くものが本当に多いし、キャラクターも遠く行ったり近く行ったりといって、あれですね、その音を可変させなければいけないんですね、リアルタイムに。あとは、あれですね、カットシーン内での人の動き、フォーリーサウンドですね、そこら辺は全て全編、撮っていて、それに加えてインゲームの方での必要な、フォーリーサウンドが必要な、物理で、動くオブジェクトとかあるんですけれども、そこら辺の音を収録したりとか、その中の NPC の音を収録したりとか、さまざまなところで、収録を行っています。僕はファイナルファンタジー7は、実際に、オリジナルの方を、当時プレイしてますし、で何より僕はそのオリジナルに、開発で関わってまして、コーラスセフィロスのコーラスで僕も歌ってまして、上松さんとの、仕事を、手伝って最初の仕事になったと思いますね。やはりですね、原作が好きだった方もたくさんいると思うんですが、今回リメイクを通して新しくこの「ファイナルファンタジー7」に触れていただく皆様も多いと思いますので、その新しく今回「ファイナルファンタジー7」の音楽を聴いていただいた時に「ファイナルファンタジー7」の音楽ってやっぱりかっこいいなって思っていただいて、で、今回の触れていただいたきっかけにまた昔の「ファイナルファンタジー7」の音楽にもまた触れていただいて、昔の音楽もすごい良かった、両方良かったって言っていただけるように、思っていただけるように、考えて意識して作りました。今回はあれですね、今まで自分が携わった中で多分一番楽曲の数を用意したタイトルになると思います。それでですね、やはり先ほどから、お話しさせていただいている通り、
そのシーンに合った音楽に切り替わるようになっておりますので、たくさん例えば戦う者たちでもバージョンが用意されておりますので、ゲーム中に自分の操作によって音楽がどう変わるかっていうのをですね、実際ゲームをプレイしている時に楽しんでいただくっていうのもこのゲームの楽しみ方の一つかなと思います。オリジナルを遊ばれた、ユーザーの方はこんなそのセブンにはこんな深い知らなかった世界があったんだって、そういう楽しみ方できると思いますし、また全く今回初めてゲームする人も僕自身がそうだったんですけど、もう本当に新しいゲームをやってる感覚でできたので、ですからどんな、層の方にも、かなり楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。